ちゃん、はい。先日コメント欄にこんなコメントが寄せられました。エロゲの貸し借りは違法。そうなんですか、ユニちゃん。ひまりは、ギルティープリズンなんですかね。ごきげんよう、望月ひまりだよ。ごきげんよう、赤月ユニです。ユニちゃん、ひまりは、ギルティーでしょうか？まず、順を追って説明してほしいんだけど、そもそも、何があったの？はい、まず。ひまり、自殺のための101の方法っていうエロゲを遊びたかったんだけど、現状数十万円くらいのプレミアがついてるのね。だから遊びてえなー、誰か貸してくんねえかなーって言ってたんだけど、コウサギちゃんから事務所に送られてきて貸してもらうことに成功したのね。で、無事 Windows 10にもインストール成功して遊び始めたんだけど、こんなコメントでファイみたいな。なるほど。ちなみに、その貸してくれた人は、そういう業者みたいな感じの何かだったりする感じだったりする？こう、レンタル代とか払ったり、エロゲの見返りに何か、みたいな。ひまりが返したのは、愛だけよ。パッケージとかにライセンスがどうこうとか書いてる？ 1 ライセンス 1PC までです。みたいな。書いてない。じゃあ、まあ、アウトとは言われないかな。ひまり not guilty? Maybe not guilty。おう。まず、原理原則の話として、エロゲメーカーはいっぱいエロゲが売れてほしい。1本のエロゲを2人が貸し借りしてるよりも、2人が1本ずつ買って2本売れてほしいっていうのは、まあ、あるわけ。まあ、当たり前だけど。まあ、エロゲに限らずみんなそうだとは思うんだけども。でも、それはちょっときついじゃん。一般人的な感覚から言っても。ユニちゃんに一般人的な感覚あるんだ。一般吸血鬼的な感覚でね。まあ、売る側としてはいっぱい買ってくれると嬉しいぜ。5000兆本買ってほしいとは思いつつ、現実的には兄弟で貸し借りとか、友達と貸し借りとか、そういうことは普通にやるわけじゃん。ってことで、実際著作権法には私的使用のための複製って条文があって、だから、ひまりちゃんがデスクトップにインストール、タブレットにインストール、座ってエロゲ、寝てエロゲみたいな環境構築をね。アダルトゲーミング環境の整備ね。そう呼んでるのね。まあ、そういうことをやっても、パソコンの台数分エロゲを買えってことにはならないっていうか、まあ、この辺までは普通に楽しんで消費行動をしてたらするよねって範囲に関しては許容されてるわけ。で、これについては借り受けた人も有効と考えられています。はあ。いや、でも前にやったエロゲの冒頭にエロゲを貸すのは違法的な感じのやつが出てきた気がする。ほら、グリーザーイヤーの迷宮。ほら、太陽。なに本製品に含まれる映像、画像などは著作権法によって保護されております。複製、譲渡、貸与、公衆送信などの違法行為が。いや、これ、貸与じゃなくて、賃与じゃん。ほら。読み間違えた。で、賃与って何？少なくとも広辞苑には載ってない単語だけど、複製、譲渡、云々の流れ的には、まあ、コピーを売りさばいたりするな、的な感じかな。ともかく、個人的に貸し借りしてる範囲では問題はなし。個人的に？不特定多数に対して貸してインストールさせて帰ってきてみたいなエロゲレンタル屋さんみたいな感じじゃないってことね。こう、おい自殺、おいインストール、おい返して次、おい自殺、おいインストール、おい返して次、おい自殺、インストール、イン、チャリンみたいな場合はちょっとまずいけど。
ひまりちゃん要するこうさぎちゃんとひまりちゃんみたいな個人的なやりとりの範囲内では法律の許容する範囲内と考えられます。みたいな。ひまりはアイドルなので言っておきますが、原則的にひまりはこうさぎちゃんたちと個人的につながることはしません。今回の自殺こうさぎちゃんともエロゲだけの関係です。くれぐれもよろしくお願いします。はい。はい。なんだっけ。そう。ということで、個人的な貸し借りの範囲内でのエロゲのインストールは法律的にはセーフ。少なくとも過去の著作権委員会の考えではそんな感じ。みたいな。もちろんライセンスの規約とかがある場合は別だし、未来の法改正とか裁判での判断とかあれば別だけど、現状は、なんとか。もちろん、個人的な貸し借りっていうには、お金を取らないようにとか、さすがに10人とか超えてくると個人って言えないだろうとか、会社内でやるとさすがにアウトとか、いろいろ判例とか基準はあるんだけど、まあ、今回のひまりちゃんに関しては、not guilty。いや、もちろんよ。もちろん作者の気持ち的には一人一本買ってね、みたいな。お友達と貸し借り、家族と貸し借りじゃねえよ。兄一本、弟一本、父一本、母一本にペットにも一本くらい買ってね、くらいあると思うんだけど、漫画喫茶で自分の漫画読むな、単行本買え。友達に借りて全巻読破するな、単行本買えってタイプの漫画家がいるのと同様に、エロゲ会社もいっぱいエロゲ買えって思ってるだろうけども、今回みたいな貸し借りだけに限って言えば法律的にはセーフ。まあそもそも今回みたいなめちゃくちゃプレミアゲーの場合、正規に買う方法そのものがないし、そもそもの現状の権利者が誰かすらよくわからないみたいな話でもあるんだけど、つまりひまりはnot guilty。いや、身も蓋もない話をすると、そもそも個人間での貸し借りをどこからともなくキャッチして裁判したりもできないから、仕方なくそうなってる節もちょっとあるけど、あと繰り返しだけど、ネット認証とかライセンスの規約がある場合は別。not guilty。ということで、こうさぎちゃんのみんなは節度を守ってエロゲをプレイしましょう。もうエロゲ人口は絶滅寸前。お友達にエロゲを貸し、お友達にエロゲを借り、毎月エロゲの話をする関係とエロゲを介した友情を育んでいくのもエロゲのためにはいいんじゃないかとひまりは思います。できればエロゲ人口を増やしてください。やっぱり面白い本を貸してくれたあの子がきっかけで読書好きになったり、CD を貸してくれたあいつがきっかけでロックに目覚めたり、そんな感じでね、エロゲも始まっていくと思うので、ひまりのね、エロゲがおじいちゃんに買ってもらったユーノから始まったようにね、あると思うので、エロゲの輪を広げていきましょう。ユー兄ちゃん、はい。ひまりがお仕事でもらったエロゲ遊んでいいよ。極限痴漢得意点遊んでくれよな。ひまりが貸すからユニちゃんは合法的に痴漢してくれよな。ひまりちゃんが出演する前に予習しておきます。それじゃバイバーイ。チャンネル登録よろしくね。お願いします。チャンネル登録してね。してね。よろしくして。